このチャンネルは、やっと天体撮影の中級者程度になった私が、天体撮影っぽいものを紹介していくチャンネルです。今回は、オンステップの CNC ビルドを使って市販の手動ローテーターを電動化してみました。この電動ローテーターを作ろうと思ったきっかけは、YouTube で見つけた DIY アスコムカメラローテーターという動画を視聴してで、これなら作れそうだと思いました。そこに全部 3D プリンターで作れるモデルや構造が公開されていました。でも、せっかくだから、ということでFreeCADで GT2 のタイミングプーリーの作り方知りたいし、自分でデザインしてみることにしました。参考にした動画のアスコムドライバー使わなくても、モーター制御にはいつものようにオンステップの CNC ビルドが使えるよねって思ったし。まず、やったのは、視聴した動画と同じ手動のローテーターをネットで購入すること。M42 CAA360 度ローテーターカメラアングルアジャスターというので、安いところで$30くらいで売られています。あと適当な使えそうな長さの GT2 のタイミングベルトのセットも購入しておきました。調べたら、FreeCADでは、ギアワークベンチというのが用意されていて、これを使って GT2 のタイミングプーリーが簡単に設計できることが分かりました。アドオンマネージャーから、FreeCAD、Gears、ワークベンチというのをインストールします。これの説明に Python3 以上が必要と書いてあるので、それもインストールしておきます。で、ギア、ワークベンチで、タイミングギアというのを使って GT2 のタイミングプーリーを作成、指数を120高さを 7mm に変更します。使用したベルトの幅が 6mm なのと、購入したローテーターの直径以上になるような波数にしました。で、パートデザインワークベンチに戻って、パッドで色々追加して、ポケットで直径 68.2mm の穴を開けました。私の場合は、68.2mm でちょうどいい具合に、購入したローテーターをはめ込むことができました。できるだけ頑丈にしたかったので充填率 100% で印刷してあります。ただ摩擦で一体化してるだけなので、取り外しが難しいかもしれません。一旦はめ込んでしまうと。最悪プーリーを壊して外すしかない、このモデルだと。それと、この段階で回転を固定してるネジを外してるので、この時点で T2 チューブを取り付けてると、チューブを着脱するのがかなり困難になります。セットネジを使うっていうのも一案だよね。そうするとネジ穴の設計を勉強するかタップで切るしかないのか。今回は、とりあえず、このままで実験してみることにしました。でも、GT2 のタイミングプーリーの作り方が分かったので、いろんなことに応用できるようになりました。あとは、駆動部を作るだけです。これもモデルの場所が元動画の概要欄で説明してあるので、そのまま印刷してもよかったんだけど、2M17取り付けるだけだからもっと簡単でいいし。ということで、また自分で設計してみました。2M17が取り付けられてベルトのテンションが調整できるようにスライドさせる構造がついただけの板ですね。それが、ネジでクランプしてチューブを挟むようになってるだけです。ネジ止めする箇所を2箇所にしてみました。これでは。クランプの内径は 43mm にしましたが少しきつかったようです。チューブの壁の厚さで微調整した方がいいようです。望遠鏡に取り付けてベルト駆動できることを確認しました。config.h で変更した箇所を赤枠で囲っています。アクシス3、ステップス、パーディグリーは、一度回転させるのに必要なステップ数です。ここでは、
モーターが1回転200ステップ、マイクロステップがジャンパーで4に設定されていて、ローテーターにつけた GT2 プーリーの波数が120、ニーマ17につけたプーリーの波数が16で、減速比が 7.5 で、7.5×4×200 の6000が1回転に必要なステップ数。6000ステップ割る360度で 16.66666667 ステップとなりました。私の設定では、アクシス3、スルーレイト、ディザイヤードは、1秒に何度回転させたいかで、ここでは4度に設定してあります。アクシス3、リミット、ミントマックスは、0度と360度にしています。0度が加減なのは、オンステップのアスコムドライバーが、そう要求したためです。この他に4番目の A アクシスに取り付けた A4988 を使用できるようにするために黒枠で囲っている箇所にジャンパーを2つ追加しています。これは、オンステップの CNC3 ビルドのウィキページに説明されています。この他に接続実験中に Windows からの接続がなぜかうまくいかず、ファームウェアをビルドするときに 240MHz ではなく 80MHz を選択しています。こうしないと Windows からは安定して Bluetooth 接続できませんでした。私のボードでは Android アプリからの操作画面はこんな感じです。ローテーター実験時の撮影セットアップです。本番前にカメラが回転することを確認しています。ニナでローテーターを接続しているところ、フレーミングアシスタントから M51 を角度も含めて導入しているところ、スルー、センター&ローテート選択。ERR オリエンタ、エラーオリエンテーションに角度のズレが表示されローテーターがカメラを回転しています。1度目で180度付近にカメラの角度を合わせるのに成功してしまいました。M51 の導入に成功しました。
画像を取得して確認しています。中央に渦のようなもの、右側に明るい星があり、確かに180度ずれた状態で導入されているようですね。撮影中にカメラの角度がずれないことを確認するために M51 と M27 を撮影してみました。少し色収差があるけど、原稿補正はちゃんとできているようです。ちなみに、こちらがフラットなしで処理したものです。モーターの力だけで回転角度を保っていることに注意してください。電源が切れるとカメラの重みや手で触れてしまうだけで回転してしまう可能性があります。あまり重いものを回転する側につけるとどうなるか予想できないので、これを参考にして自作する場合は十分注意してください。最悪落下してカメラが破損する可能性もあります。自己責任でお願いします。この動画を見て役に立ったと感じた方は、高評価、チャンネルへの登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。